こんにちは。チームマダムサライです。いつもご視聴くださりありがとうございます。さて、今回はマダムに代わりナレーターのスーがメルセデス・ベンツのショートトピックス S クラスの軌跡をお送りします。メルセデス・ベンツのフラグシップモデルである S クラスは、かつてドイツ語で特別なクラスを意味するゾンダークラスとして知られていました。その後、略称であった S クラスが世界的に認知されるようになり、1972年 W116 の発売を契機に S クラスを正式名称として導入することになりました。この S クラスのモデルシリーズは、豪華さ、快適さ、運転の安全性の代名詞であると自らメルセデスが宣言しています。そのためブランドの評判に永続的な影響を与えてきましたが、それは常に時代のトレンドと要求に応えてきたメルセデスの哲学に従っています。それではメルセデス・ベンツ S クラスの軌跡パート2本編スタートです。W116 は正式に S クラスと呼ばれた最初のメルセデス・ベンツとなります。これは全く新しいコーポレートスタイリングテーマを採用した最初のメルセデスサルーンであり、190シリーズが廃止される1993年まで継続されることになりました。ボディサイズは全モデルである W108、109より全長全幅とも 600mm ほど大型化されていますが、より安全基準を高めたクランプルゾーンの採用で実質的には狭くなっているのが特徴です。メカニズムとしては、新たにセミトレーリングアームを用いた四輪独立懸架を採用することにより、アクロでの追従性などより次元の高い操縦安定性を実現しています。その他全てのモデルに四輪ディスクブレーキを装備。オプションとしてボッシュの電子四輪マルチチャンネルアンチロックブレーキシステム、通称 ABS を採用した最初の量産車となりました。この車のエンジンは当初排気量 2800cc の直列6気筒 M110 エンジンを搭載しましたが、ソレックスキャブレター仕様とボッシュのインジェクション仕様の2種類が用意され、ユーザーの好みに合わせて選択することが可能でした。その後3500cc V8 エンジンもラインナップされましたが、米国の排ガス規制に対応して開発されたより大型の 4.5 リッター V8 エンジンに置き換えられています。ところがこのモデルにおいてもメルセデスはあの殿下の宝刀を積んでしまうという荒技をやってのけます。そうなんです。あのグランドメルセデスの M100 エンジンを 6900cc までボアアップして、この W116 でも搭載してしまったのです。その結果最高速度は 240km に達し、世界最速サルーンとしての名声を一段と高めました。当時この計画は社内でも疑問を持つ者が多かったようですが、その考えとは裏腹に発売直後より5000台近いオーダーを抱えるという嬉しい誤算もありました。メルセデス史上最も成功した S クラスと言われるのがこの W126 と呼ばれるモデルになります。W116 がデビューした翌1973年、早くもコード名プロジェクト W126 と呼ばれる開発がスタートしました。それは空力、快適性、ハンドリングおよび走行性能、そして安全基準のすべてを世界最高レベルに向上させることを目的としたプロジェクトでした。デザインはブルーノ・サッコ率いるデザインチームが担当し、より空力的な形状を設計し、紛れもない S クラスのデザイン要素を維持することを目指しました。例えば伝統的なクロームバンパーを廃止し、プラスチック製バンパーによる空気抵抗の低減、さらにはワイパーをボンネットの下に隠すように配置するなど、現代の車が多く採用するテクニックがこのプロジェクトによって開発されました。その結果、この W126 の空気抵抗係数 CD 値は 0.36 を実現しました。ちなみに同世代のスーパーカーランボルギーニカウンタックが CD 値 0.47、
ポルシェでさえ 0.41 という数値でしたので、この数字の凄さがお分かりいただけますでしょうか。安全面においては、メルセデス・ベンツが特許を取得した運転席側エアバッグを装備。1988年以降には助手席側エアバッグも標準装備されました。これはエアバッグ標準を備えた最初の量産車です。また、より安全基準を進化させたクランプルゾーンを採用。その他、シートベルトプリテンショナー、およびトラクションコントロールが導入され、全モデルではオプション扱いの ABS ブレーキシステムも全車標準装備となりました。そして、パワートレインなのですが、下は 2600cc、DOHC 直列6気筒から、上は 5600cc V8 エンジン、ディーゼルも含めなんと11種類ものエンジンがラインナップされました。特に、改良された M116 系 V8 エンジンには、競合他社のエンジンに見られるような鉄スリーブのないアルミニウムブロックという重要な革新がありました。また、北米市場に向け、メルセデス・ベンツ初の6気筒乗用ディーゼルエンジン OM603 が導入されました。これには、乗用車としては世界初となるディーゼル微粒子フィルターを取り付けたモデルも存在し、環境規制の高まる市場に向けたメルセデスの答えが示されました。最後に、この W126、S クラスセダンの総販売台数は81万8036台となっています。また、ロードスターベースのクーペ後継モデルとして、2ドアのバリエーションである SEC も導入されましたが、こちらは当時の販売価格が1500万円と大変高価だったのにもかかわらず、全世界で7万4060台も販売されました。メルセデス・ベンツの歴代モデルの中で、最後のオーバーエンジニアリングを具現化したモデルと言われているのが W140 です。信じられないほど堅牢なビルド品質により、今でも世界中の多くの国で日常的に使用されています。デザインは世界的に有名なオリビエ・ブーレイによるもので、近年彼の最高傑作の一つと評価されています。特徴的なトレードマークであるラジエーターグリルは、SLR129 系と同様に伝統的な形状を踏襲しつつ、この S クラス用に再解釈されたものとなっています。特筆すべきは、先代モデル W126 シリーズよりも大幅に快適になったその乗り心地です。他の多くのパラメータに加えて、これにはパッセンジャーセル内のタイヤノイズと振動が大幅に低減されたという事実も含まれます。乗用車モデルシリーズで初めて断熱ガラスを採用し、窓の結露や曇りを実質的に防止するとともに、防音性や断熱性にも大きく貢献しました。その他、歴代 S クラスの場合と同様に、W140 も多くの新機能を導入しました。ESP と呼ばれるエレクトロニックスタビリティプログラム、ブレーキアシストシステム、キセノン HID ヘッドライト、サイドエアバッグなどの注目すべき機能が含まれます。なお、ESP は、障害物を回避するため突発的に車の制御を維持するシステムです。これはメルセデス・ベンツによって開発され、その後その有効性により他のほとんど全てのメーカーで採用されました。話はパワーユニットに移ります。当初メルセデスでは新開発された直列6気筒 M104 および V 型8気筒 M119 エンジンを中心にバリエーションを展開する予定でした。しかし、ライバル社である BMW が1986年に新型7シリーズ E32 を発表したとき、戦後のドイツ初となる乗用 V 型12気筒エンジンである M70 が搭載されました。この突然の発表により、メルセデス・ベンツは W140 の発売を18ヶ月遅らせるという苦渋の選択を余儀なくされました。それは、新型 V12 エンジンを開発し、ブレーキシステムのアップグレードとともに巨大な V12 エンジンを搭載できるようにエンジンベイを再配置する必要があったからです。こうして1991年メルセデス・ベンツ待望の6リッター V 型12気筒エンジン M120 が完成し、ハイエンドの600バージョンに搭載されることになりました。この S クラスの主力モデルはその408馬力という卓越したパワーと
12気筒を搭載しているという事実により、愛好家コミュニティに愛され、実際、S クラスの V12 バージョンは今日でも非常に高い人気があります。1998年、S クラス W220 シリーズは、メルセデス・ベンツの新製品戦略の主力車両として市場に登場しました。デザインは、後にボルボの上級副社長になるイギリス人デザイナー、スティーブ・マッティンによるものですが、先代に比べてかなりスリムなデザインが特徴でした。このデザインは、メルセデス・ベンツ F200 コンセプトによってプレビューされたものですが、S クラスのみならず、他のセグメントでも用いられることになり、まさに21世紀に向けたメルセデスのデザイン変革が印象づけられたものとなりました。安全面においても、一段と進化したパッシブセーフティ機構を備えるなど、まさに S クラスにふさわしい技術が盛り込まれました。その上、フロントエンドとリアエンドにはアルミ製クラッシュボックスが含まれており、これは別ユニットとして交換できるため、修理コストを削減が可能となりました。これにより、ドイツの保険会社は、修理が簡単であるという理由で、その価格にもかかわらず、クラスを一段下げるというエピソードまで生まれたんですよ。快適装備も一段と充実したものが取り入れられました。前方の車両との間に設定された距離を維持する近接制御クルーズコントロールシステム、照明状況に応じてヘッドライトを自動的にオンオフするオートライトなど、現代こそ馴染みのシステムがこのモデルには装備されていました。また、音声コマンドを通じてオーディオやナビゲーションシステム、携帯電話を制御するために使用できるリンガトロニック音声認識システムの第2世代が用意されました。そしてパワーユニットなのですが、これは歴代 S クラスの中で最も選択肢が多いモデルと知られています。 V6 エンジンが3機種、 V8 エンジンが 4300cc から 5000cc まで全3機種、そして V12 エンジンは驚くべきことに 5.4 リッターから6リッター、これにツインターボとスーパーチャージャーの組み合わせで全5種類、その他ディーゼルエンジンが3機種、合わせて14種類ものエンジンが用意されました。そして驚くべきはその性能なんです。トップレンジの S600 ではフェラーリマラネッロに匹敵する性能を持ち、4分の1マイルテストではフェラーリよりもコンマ1秒も速かったのです。参考までに2003年ツインターボチャージャーを備えた 5.5 リッター V12 では最高出力493馬力、800ニュートンメーターのトルクを発生しました。以上でメルセデス・ベンツ S クラスの軌跡パート2を終わりたいと思います。今回は初代 S クラスから第4世代までを駆け足でご紹介させていただきました。 S クラスとしてはこの後のモデルシリーズとして第5世代 W221 から第6世代となる W222、 そして現行型の第7世代 W223 と続きますが、それらに関しましては改めてパート3の続編を作ろうと思いますので、しばらくお待ちください。それでは長らくご視聴くださり誠にありがとうございました。マダムに代わり厚く御礼申し上げます。袖振り合うも多少の縁と申しますが、ぜひチャンネル登録とグッドボタンで応援していただけると励みになります。また今と昔の S クラスに対してのコメントなどもお待ちしてますね。それではまたお会いしましょう。さようなら、バイバイ。